実験大好きエミネウです。今回は前回紹介いたしました幅広タイプのグラウンドラジアル、こちらの方の周波数に適した長さっていうのを調査したいなと思っております。実際にね、いつも使っております6メーターのエレメント、これをね例にしながら7メガ、14、21、28メガの方でね、実際にRF電流の変化をね確認していきたいと思っております。これね、意外と面白い結果が出ましたのでね、ぜひとも皆さん見ていただければと思っております。グラウンドラジアル25センチ1枚で、あとねエレメントの方はいつも使っております6メーター、こちらの方のねアンテナ使わせていただいております。このような環境でね、今からテストを実施させていただきます。今から 7MHz 測定させていただきます。でこちらの方のね共振周波数ちょっと1回だけ確認してみます。今回、7.050 ですね。 RF 電流 36.2、 1.5 が 6.925、 7.142 になっております。この状態でね、まず50センチ短くしてみます。こうなっております。共振周波数 7.077、35.7mV。 次2メーターいってみます。共振周波数 7.155 ぐらいですかね。7.13、 34.8mV。 1.5 メーター 7.155、 33.6 ミリ、 7.260、 32.6 ミリボルト。次50センチいってみます。 7.366、 29.4 ミリボルトになりました。14メガヘルツ、同じく3メーターからねテストさせていただきます。共振周波数調べてみます。 14.16、 RF 電流 17.1mV、 1.5 ですけど 13.43、 14.80 になっております。でこれをね今から25センチ、共振周波数 14.23、 RF 電流 17.5、 共振周波数 14.52、 RF 電流 16.2、 1.5 メーター 14.55、 RF 電流 15.3、 共振周波数 14.77、 RF 電流 13.2、 15.017、 10.5 になりました。でこの状態でね、ちょっとチューナーをちょっと再調整させていただきます。ちょっとねチューナーを再調整してるんですけど、ちょっと S バーがねあまり下がらないようですので、1メーター 1.5 ぐらい、1メーターぐらいにさせていただきますね。1メーターで再調整させていただきます。だいぶ下がってきましたね。ただ共振周波数も下げないといけないんでね。そうですね、この辺でね 1.542 ぐらいでねチューナーを調整すればね、一応 S バーと下がることを確認できました。今度 21MHz で今チューナー調整させていただきました。して一応25センチ幅、3メーターでねもう一遍テストさせていただきます。はい、でちょっと共振周波数の方測定させていただきます。21.20、 RF 電流 3.4mV、 11.5、 19.79、 22.05 になっております。で今 2.5 メーターの方に短くさせていただきました。共振周波数
21.276 RF 電流 3.6mV 2メーターになりました。共振周波数が21.27 ぐらいでしょうかね。 4.0mV 2.70 3.9mV はい、1メーターですね。1メーター共振周波数 21.30 RF 電流 3.3mV 21.40 2.6mV になりました。で今から 28MHz 3メーターテストさせていただきます。共振周波数ですけど3メーター 28.73 8.6mV になっております。共振周波数 28.78 RF 電流 8.7 28.78 ですね。2メーター 28.78 9.3mV 150センチ 28.76 10.7mV 1メーターですね。同じく 28.71 ぐらいですか。 10.4mV 28.68 7.6mV となりました。まとめさせていただきます。まず今回ですけどね、このような形ですね。地上に25センチで、一応最大の長さがね、この3メーターのアルミ箔を広げておりました。こういう形ですね。地上に対してこういう形で置いておりました。でこの横にね、こういう形でアンテナをなして、チューナーにこう接続させていただいてたんですけどね、結果的にこちらの方の長さですよね。この長さを加減すると RF 電流、このアース側に流れる RF 電流がね、可変してたっていうところがポイントじゃないかなと思っております。当初ですね、可変するっていうのは、ここの容量、ここの長さを長くするっていうことは、結果的にね、やっぱり皆さん一番思うのが大地と間の静電容量ですよね。この大地と間の静電容量が増える要素が強いからかなと思ってたんですけど、以前もいろんなテストしたんですけど、どうもその関係よりも、実際ね、こういうアンテナの原理っていうのは、こちらから電波が発射されたときに、地表の方から、そうですね、地表の方からこの静電容量ですよね。この静電容量をまたいでこういう形で来るので、静電容量が増えるほどいいアースになるのかなとも当初は思ってたんですけど、どうもこの大地から流れるルートと、もう一つはね、やっぱり直接ラジアルと表現していいかどうかわからないんですけど、やっぱりね、アンテナの方に対して直接のルートをどうも持っているんじゃないかなっていうのが今回のね、ポイントじゃなかったかなと思っております。この辺はね、また次回以降にもう少しパターンの違うテストっていうのも並行しておりますので、またそっちの方もね、見ていただきながらどうしていけばいいかなっていうのをね、考えていけたらと思っております。で、一つね、今回は特にマンションのように場所の限られた方々向けのアースの確保の仕方になるかと思いますので、今までの大体経験、そういったポイントについてね、簡単に説明させていただきます。斜めが運用される方ですとね、こういうような形、アルミホイール25センチでしたら、2メーターあれば、今回の結果でもそうですけどね、2メーターあれば7メガヘルツ、ほぼ OK じゃないかなと思います。2メーターあればね、多分 S バールは間違いなく下がるんじゃないかなと思います。で、ただ逆に2メーターですとね、ハイバンドの時に少し悪影響が出てるのかなっていう傾向もあるんですけど、実際使ってるうちではね、そんな大きな問題ないと思いますので、2メーター確保できればね、7メガほぼ問題ないと思います。で、以前のテストですと、少しでもハイバンドの効果を上げたいような場合ですと、2メーターと1メーターをね、できたら反対方向に設置した方が良かったことも多いんですけどね、強いて言うとこちらが7メガ用ですよね。こちらが7メガ用。
こちらがハイバンド用ですよね。例えばでしたら、今回の結果ですと21、28メガ用に1メーターぐらいのものをね、でここで接続してチューナーに接続するような形でね、これ自身もね、静電容量の考え方からしたらおかしいとは思いますので、やはりね、アンテナの方から何ら形でやっぱりラジオと一緒で流れてきているのじゃないかなとも思ってはいるんでね。どうしても気になる方は2メーターもの、1メーターものをね、こういう形でパラで接続していただければね、若干ハイバンドの効率は上がりますけど、無理する必要はないと思います。取り急ぎ7メガからの運用でしたらね、2メーターあれば、ほぼなんとかなると思います。ただ 3.5 メガもしたいという方はね、これもね、ちょっと以前もテストしたことあるんですけど、3.5、1.9 になりますとね、ここがかなり手強くなっていることはもうすでに分かってますので、この辺はね、また次回以降、詳しく説明していきたいと思っております。はい、どうだったでしょうか。意外とね、ちょっと見ていただきますと、やっぱりエレメント長の長さで波長で、実際はね、今回ちょっと紹介しきれなかったんですけど、地面の中の構造っていうんですか、要は地表の中の地面の中のね構造、ここについてもね結構影響を受けているような気配を感じております。この辺もねまだまだ奥が深いですので、やりましたら紹介させていただきたいと思っております。お空でお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。